こんにちは、ひかりです。さあ、今回もおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット伊勢崎店さんの仮面ライダーシリーズのおもちゃコーナーにやってきました。こっちね、武器系とかがめっちゃありますね。変身アイテムでもあるか。すごいね。ついてもこんなありますよ。本当動画での反響も大きいです。未だに。まだ知らない方もね、多いでしょうね。やっぱね、このトイプラネットっていうチェーン店が、群馬県を中心に埼玉県で千葉に1店舗しかないんで、埼玉って言っても南の方に2店舗あるだけで、千葉もね、松戸ってとこにあるだけなんで、群馬は結構ちょんってあるんだけど、ここはね、伊勢崎店っていう埼玉寄りの群馬県伊勢崎市ってとこにあるんですけど、近くにはね、トイザらスとかもありますね。で、ここら辺がショーケース。仮面ライダーガブ。今の最新の仮面ライダーですね。ガブ。ガに、ウに点々でガフなんですよ。で、CSM もね、こうやって売ってますね。もう未開封新品だからこういう売り方されてます。プレ版より安かったりね、自分が欲しいなと思ってる値段で買えたらラッキーですね。結構ね、プレ版のアイテムとかね、トイプラネット、ショーケースとかにあったりもするんだけど、お買い得な場合は多いですね。ショーケースにないこともあるし、ショーケースじゃない時もあるし、ショーケースにあったりしてもね、全然、あれ相場より全然安く買えるじゃん、ラッキーみたいな時結構あるんですよ。ショーケースもお買い得品結構狙い目。意外と。本当はね、秘密にしときたかったんですよ、昔は。でも結構今ね、動画で言っちゃってるんでね、もう知れ渡ったかなとは思うんだけど。で、ライドケミーカード。ここにいっぱいあるね。カードで言うと、トレーディングカード、ポケモンカードとか、遊戯王カードとか、デュエルマスターズとか、ドラゴンボールカードとか、そういうのもね、あるんですよ。あとゲームソフトとかゲーム機とかも売ってますね。レトロゲーム関係もあるし、任天堂スイッチとかね、そういう最新のゲームもあったりします。あとはなんだろうな、ベイブレード、アンパンマンとか、いろいろバトルトイだったりとかね、プラモデルもあるし、女の子向けのドール系、リカちゃんとかもあったり、タイミング良ければブライスドールとかも出会えるのかな。光り方すごいね。状態何あり。で、値段が違うっていうね。やっぱり一番のメインはね、こういう仮面ライダー戦隊で、あとウルトラマンとか、ゴジラとか、あと100円コーナーとかね、ミニおもちゃのコーナーとかもなかなかおすすめだし、あとトレーディングフィギュアとかのあるコーナーとか、あとね、店舗によってはね、なんか特化品コーナーみたいなのもあるんで、そういうとこもチェックしてほしいんですけど、伊勢崎店さんはね、最近特化コーナーはもう置いてなくて、その代わり普通のコーナーにね、いろんなところに点々と安いものがあったりするんで、そういうのをね、探し出す楽しみもありますね。前はね、この伊勢崎店さんで特化コーナーが結構広い時期もあって、レジ前とかにあったりして、すごい広かった時とかは、そこで安いものバーッと買えたりするんだけど、今はね、各コーナーがむしろ、お買い得じゃんっていうの結構あるんですよ。で、これ下の方のこの辺の箱に入ってるやつはね、1個、税抜き100円ですね。100円プラス税って感じ。安いよね。今100円ガチャでね、キーアイテムなんかないからね。キーアイテムとかも500円ガチャとかするじゃん。そう考えるとかなりお買い得なんだけどね。なのにめっちゃ残ってる。キーアイテムはそういう運命だからね。物によっては値上がったりしてたり、こういうね、箱入りとかだとね、レアだったりするんだけどね。そうね、500円ガチャが100円で買えるって普通あんまないじゃん。でもキーアイテムはめっちゃ残ってるんだよ。この奇跡、意外とみんな気づいてないかもしれない。奇跡なんですよ、これは。で、これ辺はブレードかな。ブレードもカードをね、モチーフとして。龍騎からブレードってカード早かったよね。カードから、龍騎の後ファイズで次ブレードだもんね。カード、ファイズは別のアイテムだったっけ？あれ、ファイズってなんだっけ？ファイズってキーアイテムというキーアイテムなかったっけ？で、またカードになってるみたいなね。キーアイテムっていうね、アイテム自体が、クーガアギトの頃はなかったですからね。戦隊もね、キーアイテムってゴーオンジャーのエンジンソウルぐらいからかな。で、がっつり始まったのは、五星カードもそうか。だけどゴーカイジャーとかのレンジャーキーなのかな。これね、そうそう、日用品とかね、こういうバッグとかも売ってるけど、買い取りは意外とあんまやってくんないんだけど、日用品も結構売ってるんですよ。前もね、バッグちょっと汚れてたんだけど、バッグ持ってったらちょっと買い取り不可になっちゃっていうか、ことはあったんだけど、
物によっては買い取りしてくれるのかな。で、ベルトのね、付け替えのアイテムっていうか、ベルト切れちゃったりするしね。あと、欠品で買った時とかはこういうとこで買えますし。で、ストロースイッチとかね、大メダルとかまだ未開封で手に入るんだってね。ガンバライドついてるよ。仮面ライダーのカードってね、古いからって価値が出るってわけでもないところがね、辛いよね。ポケカみたいとか遊戯王とか、特にポケカとかそうなんだけど、同じシリーズが統一してずっと続いてると、過去のも価値上がったりするんだけどね。でもポケカって旧裏面とかも価値あったり、遊戯王カードもね、バンダイ版っていうね、別の会社が出してた遊戯王カードとかも、物によっては価値がすごい上がってるものもあるんですけどね。ポケモンカードもやっぱ旧裏面すごいからね、リザードンとかね、何百万単位でしょ。安いね。まだゴーストとかのアイテムはまだ全然安いのかな。こっち武器系ですね。ドリルね。ドリルセーバー以来のドリル玩具ですよ。ニンニンコミックとかね。これ GO かな。この辺が01からセーバー。一応ね、年代ごとに並んでます。はい。この辺セーバーだね、これ。温重剣すすねってやつね。アタッシュ系ね。で、こっちに来ると、ぬいぐるみコーナーとかもあるんだけど、アクリルクロック。ペコちゃん。で、アンパンマンの目覚まし時計ね。結構立派なやつが箱入りでありました。いいね。アクリルスタンド。いいじゃん。スパイファミリーね。スパイファミリーも今安く買えるからね。モンチッチだ。結構安いんだね。1000円ぐらいで買える。最近のプライズかな。で、これは、ハリー・ポッターのあれだ。ユニバかなんかの、ユニバだと思うんだけどね、カチューシャですね。ただね、このデフォルメあんま好きじゃないんだよな、ハリー・ポッターの。服。ぬいぐるみがあるね。ぬいぐるみコーナーって別にあるんだけどね。これは時計なのかな、メタルスライムの。はぐれメタルスライムだっけ、なんだっけ。セーラームーン。これ一番くじなんだ。しかもラストワン賞じゃん。にしては安い。ラストワン賞小さ。で、なんかちょっと平成レトロ鉛筆って感じ。女の子向けの。これもプライズでね、取るの大変なんで重いから。アームの力がなかったりね。時計とかなんか箱物。プライズ系が多いのかな、ここら辺はね。プライズのなんか雑貨的なやつ。ライトとかさ、食器系とかがあるね。これね、300円で買えるんかい。取ったよ、プライズで。UFO キャッチャーで。お皿、ピカチュウ、ポケモンか。なるほどね。ドラえもんの目覚まし時計、鬼滅の刃。鬼滅の刃ってまださ、外国では人気あるみたいね。開かずの缶詰だって。ミチェック商品。300円、安いね。これおもちゃの缶詰系のやつでは一番安いけど、これおもちゃ入ってないんだってね、このシリーズはね。開かずの缶詰っていうの、缶詰自体が商品のやつだから、ちょっと魅力が半減かな。いつものおもちゃの缶詰ってさ、キョロ缶の中におもちゃ入ってんじゃん。それが結構いいんだけどね。これ失敗だったんだから安いんじゃない ?300 円で。だいたい500円以上はするからね。800円ぐらいが相場かな。目覚まし時計。声優さんのボイス付き目覚まし時計がね、だいたい高騰するんですよね。キャラクターの声で目覚めたいなっていう気持ちわかるもんね。で、ワンピのプライズのライト系ね、めっちゃ安い。めっちゃいっぱいある。ドラゴンボールのライトじゃん。これいいじゃん。ルームライト。スーパーってなってるけどね。ね、いい真鍮からね、全部ありますね。パックマンの Bluetooth スピーカーだね。Bluetooth 系のアイテムもね、全然プライズでも出るからな。で、食器多いね。これワンピの実のやつね。ワンピの実とは違うんだけど、あれはガチャなんだけど。で、クッションだね。で、ぬいぐるみバッグとかもあって。で、こっちディズニーコーナーですね。
まあ、ダッフィーとかもいっぱい売ってるんだけど、今のドールケースかわいいね。こっちもディズニーストアとかリゾートのぬいぐるみが多いのかな。ね、ポップコーンバケツとかもね、売ってますね。ぬいぐるみバッジ。あ、ポテトヘッド。ハロウィンのポテトヘッドなんで。これ可愛くない？ 1000 円。なんか安い感じするけど。でカチューシャも売ってるんで、カチューシャってね、ディズニー行く前にここで買っていくっていうのも面白いよね。周りと被んないから。古いやつとか買っていけば。でね、ちいかわコーナーもありました。あと、パンチューサギね。まあ今流行りのキャラクターコーナーって感じなのかな。はい、ということで今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんからお送りしました。ではまた次回。バイバーイ。